皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米中冷戦構造に向けてのアメリカの具体的な動きが起こっていることをお伝えしていきます。その中においても、まず政治的な話題としては、尖閣諸島周辺に関する話題がアメリカの議会で起こっています。このことは日本にとっても重要なことであり、非常に注目すべきポイントです。また、軍事的な動きについても同じように見ていかなければなりません。米中冷戦構造というものは政治的な対立であるとともに、経済的、軍事的にも対立を余儀なくされるからです。もちろん、冷戦構造だというふうに私は紹介しているわけですから、軍事衝突が前提にあるわけではありません。しかし、そのような軍事衝突がもしも起こるとしたら、それはパワーバランスが崩れた時に起こるものです。特に中国側が軍事増強というものを長年取り組んできて、その勢いは未だにとどまるところを知りません。軍事予算というものは常に伸び続けており、中国周辺の国々にとってその圧力というものは年々高まっている状況です。それでは米中冷戦構造に向けての動き、米国の議会とそして軍の動きがどのようなものになっているのか、関連ニュースを見ていきましょう。米国議会、中国の尖閣領有権主張を完全否定。日本の尖閣諸島への中国の領有権を認めてはならない。中国の尖閣海域への侵入には制裁を加えるべきだ。こんな強硬な見解が米国議会で超党派の主張として改めて注目され始めた。尖閣諸島に関してこれまで米国政府は領有権の争いには中立を保つという立場を保ってきた。だが中国が米国にとって最大の脅威となったことで、東シナ海での膨張も米国は阻止すべきだとする意見が議会で広まってきた。しかもその意見が上下両院での具体的な法案として打ち出されている。現在尖閣海域には中国の武装艦艇が連日侵入し、日本が尖閣諸島を喪失することさえも懸念される。そうした状況の中で、この米国議会の主張は日本にとって大きな支援材料となりそうだ。中国の領有権主張を明確に否定。中国の尖閣諸島領有の主張に対する明確な反対は、6月中旬にワシントンで公表された連邦議会下院の共和党議員13人による政策提言報告書で改めて強調された。13人の議員は、下院共和党研究委員会国家安全保障と外交問題に関する作業グループを形成し、アメリカを強化してグローバルな脅威に対抗するという報告書を作成した。この報告書は、米国主導の既存の国際秩序を侵食し、破壊しようとする脅威として、中国、ロシア、イランなどの動向を分析している。120ページほどの報告書の中で、最も多くの部分は中国の脅威について記されていた。南シナ海と東シナ海における中国の軍事志向の膨張は、国際合意にも地域の安定にも、米国やその同盟諸国の国益にも反する危険な動きであると断じている。そして、日本の尖閣諸島に対する中国の攻勢についても、平和と安定を脅かすとして反対を表明し、中国の領有権主張を否定する立場を明確にした。また、同報告書で注目されるのは、南シナ海、東シナ海、制裁法案への支持を打ち出していることだ。南シナ海、東シナ海制裁法案の骨子は以下の通りである。中国の南シナ海と東シナ海での軍事攻勢と膨張は、国際的な合意や規範に違反する不当な行動であり、関係諸国を軍事的、経済的、政治的に威嚇している。中国は、日本が施政権を保持する尖閣諸島への領有権を主張して、軍事絡みの侵略的な侵入を続けている。この動きは、東シナ海の平和と安定を崩す行動であり、米国は反対する。米国政府は、南シナ海、東シナ海でのこうした不当な活動に加わる中国側の組織や個人に制裁を科す。その制裁は、それら組織や個人の米国内での資産の没収や凍結、さらには、米国への入国の禁止を主体とする。同法案は、中国に対する経済制裁措置の実行を米国政府に義務付けようとしている。つまり、米国は尖閣諸島に対する中国の領有権も施政権も否定するということだ。米国政府は中国当局の東シナ海での行動は米国の基準でも国際的な基準でも不当だとする見解を取り、従来の他の諸外国の領有権紛争には立場を取らないという方針を変更することになる。日本にとって有力な支援材料に。法案はまだ提出された段階に過ぎない。とはいえ、法案が提出されたこと自体が、今日は民主両党の議員たちが
尖閣諸島に対する中国の攻勢を平和と安定を崩す不当な活動と断じ、日本側の年来の主張への支持を表明したことを意味する。日本政府にとってこうした米国議会の動きは、現在の国難ともいえる深刻な尖閣情勢に対する有力な支援材料となり得るだろう。上院で同法案を提出した議員の一人、マルコ・ルビオ氏は、法案の趣旨に関連して、南シナ海と東シナ海で露骨に国際規範に違反する中国政府の動きを米国としてはもう放置できない。具体的な経済制裁を打ち出したこの法案は、違反した側の責任を米国が真剣に追及することを明示している。米国が自由で開かれたインド太平洋の保持のために、航行の自由作戦を強化している面から見ても、この法案は時宜を得ていると言明した。民主党のベン・カーディン上院議員も同法案について、中国は南シナ海、東シナ海の両方で隣接する諸国の海域に侵入し、威嚇を続けている。そんな侵略的な行動は阻止しなければならない。米国は航行の自由を守り、紛争は国際法に従い、平和的、外交的な解決を図ることを求めると説明した。いずれも、尖閣諸島への中国の領有権、主権を否定する米国議会の有力議員たちの言明として注目される。米国議会での動きに続いて、米軍の動きそのものについても見ていきましょう。アメリカ補佐官、駐ドイツ米軍のインド太平洋への再配置方針示す。オブライエンアメリカ大統領補佐官は、ウォールストリートジャーナルへの寄稿で、ドイツ駐留米軍の削減問題に関し、ドイツから撤収する兵力のうち、数千人がインド太平洋地域に再配置される可能性があると明らかにした。オブライエン氏は、インド太平洋地域は冷戦終結後最大の地政学的な懸案に直面しているとし、同地域への兵力シフトの重要性を強調した。同氏は具体的な再配置先には言及していないが、日本やハワイ、グアムなどが候補であるとの考えを示唆した。他にも数千人をヨーロッパの別の国に配置し、残りは米国に戻す方針としている。計画の詳細に関しては、調整中で発表段階にないとするにとどめた。部隊の再配置には時間がかかりますが、すぐに動ける戦力はすでに対中国を意識して再配置が進もうとしています。アメリカ空母3隻、アン半島に近い太平洋に集結。米国の原子力空母3隻が、フィリピン海など西太平洋に集結して作戦中であることが判明した。空母セオドア・ルーズベルトとニミッツが今月21日からフィリピン海で作戦活動に乗り出し、韓半島周辺海域など西太平洋を管轄する第7艦隊の作戦区域に配置された。もともと第7艦隊に所属している空母ロナルド・レーガンは現在、日本とフィリピンの間の海域で作戦中だ。米国が第7艦隊の作戦区域に空母2隻を追加投入するのは、南シナ海などで中国の海軍力を牽制するのが目的と解される。最初の記事で紹介した制裁を伴った法案については、もともとは2017年に提出されたものでした。しかし、その頃は現在ほど米中の冷戦構造に向けての動きというものは顕著ではありませんでした。ですから、そのような情勢下においては、この法案が通ることはなく、2019年5月に再提出される運びとなっています。しかし、年を追って米中冷戦構造に向けての動きは進んでいます。そもそも米中貿易紛争というものがあり、経済的な対立というものが明らかになっています。そして、現在の情勢下においては、政治的な対立、経済的な対立、そして軍事的な対立へと、その冷戦構造の完成に向けて少しずつ動いているのです。しかし、この新たな冷戦構造というものが、はるかに米ソ冷戦に比べれば複雑であるということは以前の動画で私は指摘しています。かつて米ソの冷戦の時においては、政治的、経済的においても、全てがソ連と西側諸国との間には断絶がありました。しかし現在の世界経済を見ればわかるように、ヨーロッパは中国寄りと言わざるを得ないような状況です。もちろん経済的に結びつきがあろうとも政治的な対立というものは別次元で存在している。このような形が米中の冷戦構造というものを非常に複雑に、そして中国にとっては都合よく動く情勢となっています。そして現在の情勢を複雑にしているもう一つの要因がやはり新型コロナウイルスによるパンデミックの影響です。現在新型コロナウイルスのパンデミックは中南米がその感染の主要地域になっており、まだまだ感染が収まる様子はありません。しかし、米中冷戦構造についての話に限定して言えば、中国はより被害が小さく、そして欧米の被害というものが非常に大きいというのは明らかです。
この被害の程度の違いというものが現在の政治状況においても非常に重要で、中国への抑えが弱くなったことを見越して中国政府は香港への締め付けを明らかに強めています。また軍事的な脅威を周辺国にまき散らすことに関しても抑制が効かなくなっている面があります。そして米国の議会で制裁を伴った法案が可決されるかどうかというのは少し微妙なところがあるのですが、少なくとも日本にとっては都合の良い政治状況が生まれつつあるのは確かです。先ほども述べたように世界情勢は明らかに米中冷戦構造に向けて動いていますし、そのような状況下において米国の議会で制裁を伴った法案が出て、この法案が通りさえすればアメリカが明確に日本側につくというのは非常に良い兆しだからです。日本政府は今回のようなことが起きた時には米国の議員たちに働きかけることを進めるべきでしょう。しかしこうした議会での駆け引きというものは時間がかかりますし、その結果がどうなるかというのはなかなか見えてこないものです。一方で米軍の動きというものはもっと早く動いています。先日私はドイツに駐留する米軍が削減されるという話をお伝えしましたが、その動きの続報です。この削減に伴って浮いた兵士が一体どこに転属されるのかというのは非常に注目されていました。そもそも現在のアメリカ軍は対中国ということを考えた場合に部隊を再配置する必要があります。そして重点的に兵力を積み増さなければならないのは当然のようにアジア地域です。インド太平洋戦略上においてもインドをしっかりと守らなければなりませんし、東南アジア諸国も守らなければなりません。そして日本についていってもアメリカの助けがなければ今の日本は自主防衛というものが非常に危うい状況です。そして現在のこのアジア地域でのパワーバランスというものは残念ながら中国に利しています。そのために中国は周辺国にその脅威をばらまき、そのためにインドとは死傷者を伴うような軍事的な衝突も起こっています。また台湾をめぐってはその周辺海域において中国軍の動きが非常に活発で軍事演習なども行われています。そして尖閣周辺についても同じように脅威はあり、中国の武装船が常にいるような状況になっています。日本ではこれらの話というのは残念ながらインターネット上の記事として現れるだけで、なかなかテレビ報道などで全国民に向けて報道されるといったことがほとんどありません。しかし考えてもみてください。例えばインドと中国との衝突などでは両軍合わせて60名以上の方々が亡くなっています。もしも日本で同じように中国との衝突があり、海上保安庁やもしくは海上自衛隊、航空自衛隊の人員が何十名と亡くなるような出来事が起こったら、これはまさにトップニュースです。しかしインドの出来事だから全く報道はされません。中国は周辺国とどのような動きを見せているのか、もっと日本のマスコミは報じるべきでしょう。そして報道がこうした中国の動きをつぶさに日本人に教えてくれない一方で、米軍はしっかりとパワーバランスを整えるために部隊の再配置を進め、そしてすぐに動かせる戦力として空母艦隊をこの太平洋地域に集結させているのです。もちろんその戦力集中というものは対中国だけではなく北朝鮮に対する牽制も含んでいるでしょう。しかし全体としてこの地域に米軍の目が向いているのは明らかです。このように世界は確実に米中冷戦構造に向けての動きが加速しています。にもかかわらず日本の政治はこの尖閣諸島を守るための政治的な動きが止まっています。尖閣諸島を守るためには施設と人を配置することが明らかに必要なのです。このように危機が明らかであり、その対策も分かりきっているにもかかわらず安倍政権が手をつけていないというのは明らかに失策であり、このまま放置し続けることは海上保安庁への負担というものを強いるだけです。これは明らかに尖閣防衛という面において落第点の対応でしょう。皆さんはこの件についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。